こんにちは、タロタロです。今回はバゼルのモーション解説とタッチでどういう風に対処するかについて話していこうと思います。バゼルは地面に落とされる爆弾のせいで剣士だと結構戦いにくい相手なんですが、今回はその爆弾がどこら辺に落ちるかというのを遠目から見た映像も合わせて紹介します。また自分がバゼルをタッチソロで2分13秒で倒した動画は別の動画として上げているので、よかったらそちらもご覧ください。それでは見ていきましょう。最初は方向です。タイプとしてはディアブロスの方向に似ていて、首を曲げ上に回す時に判定があります。慣れるまで結構タイミングは取りづらいと思うんですが、何度か首を振動させ止まった後に居合のボタンを押すと個人的にはカウンターが取りやすいかと思います。怒る時は少しタイミングが速くなるので注意が必要です。ただ方向に合わせてカウンターをした後は安全に兜割りが入るチャンスなので、積極的にカウンター技から兜割りなどを狙っていけるといいかと思います。次は突進です。突進するときに左右に2個ずつ爆弾が置かれるので注意が必要です。このように置かれた順番で爆発していきます。なので中央をめがけて居合をするように意識しています。バゼルの突進は2度足踏みをした後に顔を下ろしてから突進し始めるので、突進が始まって顔と交差するタイミングで居合のボタンを押すようにしています。頭に居合を当てるチャンスなので練習する価値はあると思います。次はタックルです。体を横に構えた後に体全体でタックルしてきます。顔面をよく見て顔面が左端に行った時に居合のボタンを押すように意識しています。できれば弱点の頭部に斬撃を集中させたいですが、この攻撃は交差する形になって結構頭に当てるのは難しいです。個人的にはタックルした後の頭の位置に斬撃を置くように居合をしています。またこの攻撃はタックルの後に戻りが発生するので、見切ってから兜割りなども安定して入れることができます。次は斜めに爆雷を飛ばす技で、このように5つほど飛ばしてきます。一応爆雷を飛ばしてくる時の頭にも攻撃判定があるので、顔を横に向けてから振り始めが見えたタイミングでカウンターをするようにしています。この技もかなり頭が狙いやすく、爆雷の心配も少ないので積極的に居合を狙うようにしています。そしてこの技は隙が少なく、次に紹介する噛みつき技に派生しやすいのですぐに居合をするようにしています。ということで次に紹介するのは噛みつきです。通常時の斜め爆雷から派生しやすいです。この技もモーションは先ほどと似ていて、顔が左に行ってから噛みついてくるタイミングで居合のボタンを押すように意識しています。頭にカウンターを当てやすいチャンス攻撃なので積極的に狙っています。そして次は爆雷とともに頭突きをしてくる攻撃です。爆雷は頭から前方に正方形を描くように置いてきます。なので正面に向かってカウンターをすれば爆雷に当たらないで済みます。居合のタイミングはバゼルが頭を上げ顔が左を向いたあたりで居合のボタンを押すように意識しています。この攻撃への居合は少し難しいとは思うんですが、かなり頭に当てやすくリターンも大きいので練習して損はないカウンターの一つかと思います。次はのしかかり攻撃です。上体を高く仰ぐのと同時に前方に三角形のような形で5つ爆雷を置いてきます。かなりゆっくりのしかかってくるので慣れるまで居合のタイミングは難しいと思うんですが、体を上げてその後に翼を上に向かせ、だいたい足のかかとが少し上がったくらいのタイミングを見て居合を押すようにしています。相手をよく見るためにカメラを上に向けてタイミングを測るのもいいと思います。そしてこの攻撃にカウンターを合わせた後は相手はかなりノロノロとのしかかりをしているので兜割りを当てるチャンスになります。次は尻尾叩きつけ攻撃です。尻尾の叩きつけとともに後方に3つの爆雷を飛ばして順々に誘爆していきます。最初の叩きつけに対して居合を狙えます。居合のタイミングは右足が上がった時や尻尾が頂点に行った時を目安にしています。次は尻尾を振って爆雷を飛ばしてくる攻撃です。このように尻尾の周囲に飛ばしてきて最初に着弾したところから順々に爆発します。なので近くにいる時は体に向かって居合をしています。居合は尻尾が体に張り付くくらいまで曲がったのを確認してハンターの位置に応じて少し遅らせてからカウンターを押す意識でやっています。気持ち少し早めにカウンターをすると尻尾に当てやすいとは思うんですが、無理せず足を狙ってゲージ回収するだけでも十分だと思います。次はシンプルな炎のブレスです。リオレイヤやリオレウスのように火の玉を飛ばしてきます。なかなか単発で見る機会は少ないんですが、居合するときは顔を地面に下ろしたタイミングでボタンを押すことを意識しています。
吐き終わった後は少しチャンスがあるので兜割りなども狙うことができます。次は後ろに下がりながら爆雷を飛ばしブレスで起爆してくる攻撃です。バックステップで距離を取られ、中央は爆発で通り抜けるのが難しく、さらに終わった後の攻撃の隙も少ないので、基本的には後ろに回避して逃げるだけにしています。次は真上ジャンプ攻撃です。ジャンプとともに真下に4つの爆弾を落としてきます。着地と同時に攻撃判定があるんですが、真下には爆弾が待ち構えているので、基本的には外に流れるように居合をします。居合のタイミングは飛び上がったのを見てから視点を上にして、一瞬体が止まったのに反応してから折り始めで居合のボタンを押すように意識しています。着地してから少し攻撃チャンスがあるので、爆弾が爆発した後に蹴るくらいのタイミングで兜割りを狙っています。次は飛び上がった後に少し移動してから爆雷を落としてくる攻撃で、先ほどとは違って足の位置から後ろに縦に爆弾が並びます。なので基本的に頭ら辺は安全です。そして空中で移動している時に攻撃判定があるのでカウンターを狙うことは可能ですが、斬撃を当てるのは少し難しいです。基本的には無茶せず頭付近で避けて、着地後の攻撃チャンスに頭を狙うと安定すると思います。ちょっとやんちゃをしたい場合は尻尾付近で居合を構え、着地後爆発する爆雷にカウンターを合わせるとおしゃれです。次は回転して爆雷を巻きながら飛び上がり、その後着地して爆発させる攻撃です。真上ジャンプと同様に着地に居合を狙ってもいいんですが、周囲に爆弾があるので注意が必要です。無理せず着地後の頭を狙うか、周囲に巻かれた爆雷を利用してカウンターを狙うのもおしゃれだと思います。次は空を飛んで爆弾の雨を降らせてくる攻撃ですが、100体倒して1回しか見ませんでした。この攻撃に対して特にできることはないと思います。次は空を飛びまくって爆弾を降らせた後に突撃してくる必殺技です。この攻撃は手の届かない高さまで登った後に2回反転して3回目で着地攻撃をしてきます。なので2周目で爆弾に気をつけながら居合をして、着地攻撃に対して居合を合わせるようにしています。この攻撃も一番最初に移動してくるときにカウンターを狙うことはできます。また先行弾で途中で止めることもできるんですが、前作のように撃墜することはできず、一番最後の着地攻撃はやってきます。なのでどうせ止まらないのであれば、落とし穴などの罠を仕掛けて着地でカウンターを当てながら罠にかけると気持ちいいです。次は爆雷のカウンターについて説明します。正直説明といってもタイミングに関してこればかりは慣れるしかないとは思うんですが、爆弾が地面に着弾してからタンタンくらいのリズムなのかなと思います。正直やる必要もあまりないと思うので、おまけ程度に考えてもらえたら幸いです。最後にひるみに対する兜割りについて軽く補足をします。バゼルは頭や尻尾がかなり柔らかく、頭や尻尾に居合抜刀機陣切りが当たったらひるむことが多いです。なので自分は居合抜刀機陣切りをした後にすぐに納刀はせず、ひるむかどうかを確認して、ひるんだ場合は積極的に兜割りを狙ってダメージを稼ぐようにしていました。細かいテクニックとして使えるかなと思っています。ということで最後までご視聴ありがとうございました。この動画が少しでもバゼルの攻略の役に立てば幸いです。結構バゼルを剣士で切るのも気持ちいいので、ライトボウガンなどに飽きたらぜひやってみてください。また重ねてにはなりますが、自分の立ちトロの動画は別の動画に上がっているので、よければそちらも見ていただけたら嬉しいです。正直モーション解説が生きてるかはわからないんですが、気持ちよく見れる動画になってるとは思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。